職場で女性にモテる面白いおじさんの特徴。1、仕事用メモに謎のイラストが多い。理由、メモになんこれ犬と思わせるイラストがいつも描かれていて、気がつくと見るのが楽しみになっています。ちょっと抜けた感じがむしろ親しみやすく感じられます。2、やたらと健康オタク。理由、このフルーツジュースには00がいいんですよと健康知識を語る男性。少しストイックなこだわりに、実はすごく真面目なんだと感じる女性も。3、電話の受け答えが遠慮スマイル全開。理由、普段は落ち着いているのに電話を受けると声が3割増しで明るくなる。ギャップが笑えるけど誠実な人柄も感じて親しみやすいと思います。大変お待たせしました。本日の袋とじ。お酒を飲むと立ちにくくなるのは本当。お酒が入ると緊張が解け、会話が円滑になるという人は多いです。しかし飲みすぎていざという時に立たなかったという悲しい経験を持つ男性もいるのではないでしょうか。勃起には様々な神経伝達物質が関わっています。勃起を促す性的な興奮は脳にある勃起中枢から神経を介して陰茎の界面体神経に伝達されます。アルコールには脳などの中枢神経を抑制的に働く作用があります。このため中枢神経がアルコールで抑制されると性的興奮がうまく陰茎に伝わらず、勃起障害や射精障害が起きるというわけです。今夜はセックスするぞという時はあまり飲みすぎないようにしましょう。4、プレゼンがカラフルすぎる。理由、プレゼン資料にやたらと色を使っていてポップな仕上がりが話題に。真剣なのにここおしゃれだねとクスッと笑われることもあります。5、時々古風な言葉を使う。理由、よっしゃやるぞと言わずにいざ出陣と言ったりして、ちょっと昭和な言い回しが笑いを誘います。個性が強めでユーモアが感じられます。6、デスク周りがおしゃれなカフェ風。理由、デスクに観葉植物やアロマが置いてあってここだけで空間と思わせます。居心地よさに惹かれてつい話しかけたくなる雰囲気を持っています。大変お待たせしました。本日の袋とじ。バナナやホットドッグの絵文字は男性器を指すが、タコスは女性器を指して使われている。メールや LINE で使う絵文字、日本で使う分には問題なくても海外では少し気をつけた方がいいかもしれません。実はナスやバナナ、ホットドッグの絵文字はチンコのことを指すことが多いのです。中でもナスは確実にチンコのことなのだとか。反対にタコスの絵文字は女性器のことを指すそうです。なんとなく似ている感じがするような海外の女性にうかつにタコスの絵文字を使うのは控えた方がいいかもしれません。7、あだ名をつけるのがうまい。理由、職場の同僚やアイテムに面白いあだ名をつけるのがうまく、呼び名がツボと周囲を和ませます。自然とムードメーカーになりがち。8、やたら声が渋い。理由、会議や挨拶で話すとその声反則でしょというほど渋い声の男性。本人は気にしていないのに女性は密かに落ち着くと思っています。9、ランチの献立に並々ならぬこだわりがある。理由、今週のランチはカレーウィークですと自分でテーマを設けている男性。こだわりが面白くて自然と毎日のランチ選びに注目してしまいます。10、気づくと職場の観葉植物を手入れしている。理由、いつから観葉植物の世話係になったのと突っ込まれるほど植物をこまめに手入れしている男性。こだわりが愛おしく映ります。11、デスクに謎のオブジェを置いている。理由、誰もが気になる不思議な置物がデスクにあり、なんこれと聞くのが定番に話題性抜群で女性もつい話しかけるきっかけにしやすいです。12、打ち合わせのホワイトボードに謎の名言を書いている。理由、挑む者は勝つなど打ち合わせのたびに新しい名言を書き残してなぜか気になる存在にみんなが密かに名言コレクターに。13、サプライズ成功率 100% の男。理由、たまに職場の誕生日サプライズを仕掛けるなどイベント好きでムードメーカー的な存在。こんなことまで準備してくれたのと感謝されることが多いです。14、会議でホワイトボードの位置にこだわりがある。理由、会議のたびにホワイトボードをこの角度がベスト
と調整してくれる男性。細かいこだわりが笑えるけど、いつも一生懸命なのが逆に好印象です。15、職場の BGM に敏感。理由、BGM に流れる音楽にすぐ反応し、あ、これ80年代の名曲だよね、とコメントしてくれる。音楽通りな一面が意外と惹かれるポイントに、面白ネタの共通点、職場の変わり者、枠、個性的で笑いを取れる人は、それだけで女性の注目を集めやすいですね。些細なこだわり、一見どうでも良さそうなところに真剣なのが、女性にとって意外な魅力になります。ユーモアを通したコミュニケーション。他の同僚も含めて場が和むような振る舞いが好感度アップにつながります。このような要素が加わると、職場の女性もさらに、この人、面白い下よりになるかも、と感じやすくなりますね。見てくださる皆様へ、これからもいろいろな、ためになる雑学、面白い雑学など、作っていこうと思います。動画を作る励みになります。よかったら次回の作品も見ていただきたいのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。